皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。地上波のテレビ放送においては、詳しいことについては報じてくれなくなったウクライナ情勢、ぜひともこのチャンネルの動画で情報を更新していってください。今回の動画では主にロシアに対する経済制裁がどのような影響をもたらしているか取り上げていきます。経済制裁の影響によってロシアルーブルでの決済についてはかなり影響が出ているのですが、それに伴っていっそのこと、ルーブルというお金ではなく物々交換を貿易の主体にすべきではないかといった議論が起こっているようです。貨幣による取引は人類の発明の一つなわけですが、ロシアにおいては物と物でやり取りするかなり時代が戻ろうとしています。それではまずは戦況から見ていきましょう。地図については戦争研究所の発表しているものを引用しています。赤く塗られている部分がロシア軍が占領しているウクライナ領、水色の部分がウクライナ軍が占領しているロシア領です。全体の構図から言えば、越境攻撃を行っているウクライナ軍、クルスクにおける戦いでは優勢に展開しています。一方においてウクライナ東部戦線においてはロシア軍の攻勢が続いており、アブディウィーカ戦役から西へと進むロシア軍がじりじりと前進をしており、優勢な状態です。こうした状況もあって、現在どちらの方が勝っているんですかと質問される方がおられるのですが、答えとしては場所によって双方ともに有利、優勢苦戦の場所がありますよと答えるほかありません。さて、陸上戦闘の話とはまた別に、ウクライナ軍の前線より先のロシア本国への攻撃に関して情報を更新していきます。まず前回の動画において解説していた部分、情報が異なっていた部分がありました。ボロネジにあるロシア軍の弾薬庫に対する攻撃、用いられた武器についての説明が異なっていました。この攻撃に用いられたとされるのが、ウクライナ国産の新型兵器、パラニーツァなのですが、この紹介している姿が違いました。私が紹介したのはこちら、ウクライナ軍のジェットエンジン搭載型の新型の攻撃用ドローンです。従来ウクライナ軍が遠方に対する攻撃をするときには小型飛行機型のドローンを用いていました。ロシア軍の防空体制がまだまだ整っていないことから小型飛行機型のドローンでも成果を上げてはいますが、速度は遅くどうしても迎撃されやすいものです。先々のことを考えるともうちょっと速度のあるものが欲しいなと思っていたので、ジェットエンジン型の開発が進んでいるのは良いことだなと思っていました。ちなみにこのようにもう出来上がった感があるこちらの新型ドローンなのですが、軍に正式採用まだされていないのか、それとも開発完了していないのか、名称すら分かってはいません。ただ、飛び立つシーンについて動画が公開されていることから、実用段階に入っているのは間違いないようです。じゃあパリニーツァってどんなものなのかということで、こちらが公開されています。当初ドローンと報じられていたのですが、このイラストを見る限り、これはミサイルでしょう。パラニーツァの射程距離は推定で500キロ以上だと見られています。それはパリニーツァがどのくらいの距離まで攻撃できるか、そのプロモーションビデオの中でおおよその当たりがつけられています。そして性能面で言えば従来の小型飛行機型のドローンに比べると速度は2倍から3倍程度あるそうです。プロペラ式ドローンの場合だと時速100キロから200キロ程度が限界。パリニーツァの場合だと倍の400から900キロ程度とかなり高速化が図られています。このような速度向上は迎撃するロシア側の負担が増えることとなります。例えば時速100キロで飛んでくる従来のドローンであれば、その途中である程度レーダーで捕捉し、たとえ撃墜できなかったとしても戦闘機であれば十分他の飛行場まで逃げることができます。それが従来よりも数倍の速さで飛んでくるとなれば、捕捉し損なうこともあれば、見つけた後の退避活動にも余裕がなくなってくることとなります。また従来の機関砲で撃墜しようという試みは非常に困難なものとなるでしょう。そのためミサイルで迎撃するといったことを考えなければなりません。これは迎撃するためのコスト上昇とともに、そのための防空部隊を貼り付けなければならないとあって、ロシアにとってはより困難な問題となります。続いてロストフの石油備蓄、こちらの方は未だに炎上が続いています。今日も燃え続けているので、さすがに住民の人たちも関心がなくなったのか、新しい動画投稿もかなり激減しています。もうこの施設は全てが燃え尽きるまで放置される可能性が高まっています。続いてウクライナが自力で射程距離の長い
ミサイルを開発し、これからアリニーツィアの攻撃報告が増えることが期待されています。ちなみにこの名前なのですが、ロシア語話者の人には発音がしづらいように、この言葉が選ばれたと書いている人がいました。実際そうなのかどうかは私にはわかりませんが、ロシア語をベラベラに喋れる方は、アリニーツィアという発音が難しいかどうか、コメント欄に感想を書き込んでもらえると嬉しいです。さて、ウクライナがこのようなミサイルを自国で作らなければならないのは、アメリカやイギリスから供与される射程長めのミサイルについて、ロシア本国に使用することを規制されている問題があります。供与兵器の使用に関しては、射程距離の短いものについてはすでに使っているのですが、エイタクムスやストームシャドウのような射程300キロのものについては、未だにロシア本国領に対する攻撃では使えていないのです。このことについて戦争研究所は、速やかに供与国はこうした規制を取り払うべきだと主張しています。この地図は戦争研究所の発表しているもので、黄色の部分が射程の短いロケット・ミサイルの射程圏内、そして赤で塗られている部分が射程300キロで届く距離です。この赤く塗られている部分にロシア軍の戦闘機などが利用している飛行場、また大規模な武器弾薬庫も各地にあります。もちろんこれよりも遠方にも同様の飛行場や軍の施設はあるのですが、少なくとも戦場からより遠ざけることができれば、それだけでもロシア側の負担は増しますから、これらを攻撃できた方が良いに決まっています。ロシア軍が現在でもさらに占領地を拡大しようと攻めかかってきているわけなので、欧米はこのような野望を打ち砕くためにも供与兵器の規制を解除すべきでしょう。ちなみにロシア軍に新しいバイクが届いたそうです。現在ロシア軍は前線地域において小型ドローンが飛び回っている状況なので、車両ではなくバイクを使ってより細かな人の移動や物資の輸送を行っているそうです。このバイクは明らかに民生用のものを買い集めたもので非常に色が目立っていますが、この後目立たない色に塗り替えた後、一部はウクライナ軍陣地への奇襲を行うバイク突撃兵に用いられるようです。兵士一人一人の命という面では恐ろしく死傷率の高い攻撃方法なのですが、それでもウクライナ軍を押せるとなれば人命が失われることはロシアにとっては気にしない出来事なのかもしれません。さて、そんなロシアなわけですが、侵略を支える経済面においては制裁の影響が徐々に広がっています。ロシアの人民元決済が停滞、アメリカの二次制裁が効果発揮、中国、ロシア、物々交換案も浮上。ウクライナを侵略するロシアが西側諸国の経済制裁の抜け穴として利用を拡大してきた中国人民元の決済が滞っている。アメリカがロシア軍需産業と取引する第三国の金融機関を制裁対象に加えて以降、中国の銀行が相次いで対ロシア取引を停止しているためだ。制裁対象と取引すれば、アメリカ国外の制裁対象と取引すれば、アメリカ以外の企業でも罰するアメリカの二次制裁の効果が広がり、中ロが対策として資金決済を伴わない物々交換貿易を始めるとの観測も浮上する。ブルームバーグ通信は、西側諸国の制裁による不利益を人民元の利用拡大で補おうというロシアの目論みが限界に達した可能性があると報じた。ロシア担当エコノミストは、アメリカの二次制裁の脅威が中国の銀行を尻込みさせているとした。人民元決済を停滞させる引き金となったのが、昨年12月にアメリカ政権が発表した対ロ制裁の強化だ。ロシアの金融機関だけでなく、制裁逃れに加担する第三国の金融機関も制裁対象に加える内容だ。この二次制裁の導入が発表されて以降、中国の大手4行は、ロシア事業の見直しを決定。中国銀行ロシア支社は今年6月、ロシア金融機関との人民元取引を停止した。中国人民大学のシンクタンクが公表した報告書によると、西側諸国の二次制裁の影響で、3月末時点で中ロ間の決済の 80% が停止を余儀なくされた。報告書は二国間貿易に深刻な影響を及ぼしていると指摘し、代わりとなる決済チャンネルを構築すべきだと訴えた。
7月にカザフスタンで行われた中ロ首脳会談で、プーチン大統領は中ロ関係が歴史上最良の時期を迎えていると述べ、中国の習近平国家主席も永遠の友好関係を維持しなければならないと応じ、結束を示した。だが、トップ同士の蜜月ぶりとは裏腹に、経済協力は厳しい局面を迎えているのが現状だ。中ロも無策でいるわけではない。ロイター通信は、事情通の話として、中ロが早ければ今年秋にも物々交換貿易を開始する可能性があると報じた。貿易内容が等価になるかどうかなど課題はあるが、為替取引を伴わないため、決済の問題を解決できるという。双方は関連規則の策定を進めており、ロシアから食品や金属を輸出する案などが浮上する。中国メディアによると、他にも暗号資産決済も検討されている。中国で暗号資産取引は禁止だが、規制を回避して取引する投資家も少なくない。為替リスクを抑えつつ、貿易決済可能な手段として注目されている。この記事にもあるような物々交換貿易が実際に行われるかどうかは、これからちょっと様子を見なければなりません。しかし、お金のやり取りができないのであれば、物のやり取りで全て完結させようというアイデアは、かなり実現するまでのハードルは高いと思われます。単純な話として、ロシアが例えば穀物を中国に輸出する際に、それと見合ったものを中国から物々交換として受け取らなければならないわけですが、それがお金以外のものだというのであれば、結局のところどこかの段階で現金化しなければならず、そのめんどくささといったら計り知れないものとなるでしょう。さて、制裁による経済への影響はどんなところに出ているのでしょうか。具体例のニュースを見ておきましょう。パニックが始まった。中国による原材料の供給停止により、ロシアの工場が大量倒産に直面している。ロシア企業は友好国を含む海外で重要な化学原料を購入できないため、破産や生産停止の危機にさらされている。自動車業界、建設会社、家電メーカーの代表を含む大企業20社が政府に送った書簡の中で述べられている。EU の制裁第14弾により、ポリウレタンフォーム、シーラント、セルフレベリング床、パイプ、冷蔵庫の部品、自動車部品の製造に使用されるポリメチレンフェニルイソシアネート MDI のロシアへの供給が停止された。この後 MDI という言葉が連続して出てきます。資料によると、ロシアは 100% 輸入に依存していると産業貿易省長官の書簡は述べている。アメリカ、ヨーロッパ、日本の供給業者が出荷を停止し、中国もそれに加わった。中国最大の MDI メーカーは、ロシアへの供給を全面停止すると発表した。在庫が豊富ではなく、MDI の有効期限が限られていることを考慮すると、今後数ヶ月間この状況を維持されると、既存の生産の停止と破産のリスクが伴うため、制裁の決定は業界にとって衝撃的だったと書簡は述べている。市場ではすでにパニックが始まっていると協会の代表者は断言する。実際のところ MDI はすぐに分解してしまうため MDI を備蓄することは技術的に不可能です。既存の備蓄量は2ヶ月しか持たず、新たな入手経路を確立する手段は非常に限られていると専門家は説明する。日米欧、そして中国の企業すらもロシアに物を売ってくれないとなれば、それは困るに決まっています。この場合中国は一つ前のニュースにあるような銀行取引決済の問題もあって、めんどくさいことには関わらないという姿勢を取ったのでしょう。MDI がなければ断熱材の原料となる発泡体を作ることは不可能だが、建設会社だけでなく、例えば冷蔵庫メーカーも被害を受けるだろうと、商社と製造業者の協会の代表も警告する。家庭用電気機器やコンピューター機器などについても、ロシアでは MDI は生産されていません。生産されているとしても、量は少なく、品質も家庭用電化製品には適していませんと、協会の代表は漏らす。産業界の代表者らは書簡の中で、MDI の受注再開に向けて、中国とのあらゆるレベルの交流で、問題を早急に解決するとともに、製造しているサウジアラビアとの合意形成を支援するよう求めている。さらに、中国の銀行における MDI の支払い処理に関する問題を解決する必要があることも示唆しています。中国の製造メーカーそのものが制裁の対象になっているわけではありません。しかし、銀行取引において決済ができませんよとなれば、お金の受け渡しができないわけなので、中国メーカーが手を引いているというわけです。この問題を解決するためには、物々交換しかないかなというのが、
ロシアの考えなわけです。この場合だと化学材料を一体何と物々交換するのか、このあたり間に国でも入らない限り調整は困難でしょう。さて、他にもロシア経済を痛めている経済制裁はあるのでしょうか。もう一つ紹介します。ロシアの鉄鋼輸出は戦争開始以来 60% 減少した。ガスプロム銀行経済予測センターのアナリストによると、2024年上半期のイラ鋼、長尺圧延鋼材及び鋼管の海外売上高は戦前の2021年同時期に比べて 60% 減少したという。推計によれば3年間で鉄鋼半製品の輸出は 25% 減少した。ロシア連邦関税局によると、戦前、ロシアは年間約4000万トンの鉄鋼を輸出し、約300億ドルの外貨収入を経済にもたらした。しかし、鉄鋼メーカーは年間輸出量の5分の1をヨーロッパ市場に送っていた。2022年3月、EU は第4次制裁措置の一環として、ロシアからの圧延鋼材、継ぎ手、溶接パイプ、継ぎ目なしパイプの輸入を禁止し、その後イギリスは鋳鉄と中鋼の輸入制限を導入した。アナリストらは、高級ヨーロッパ市場へのアクセスを失った鉄鋼業界は、輸出の流れを中東や東南アジア諸国に変更したと分析している。しかし、すべての損失を補うことは不可能であり、生産の削減が続いている。2024年1月から6月にかけて生産は毎月減少した。ロシアの供給業者が世界の鉄鋼市場にさらに適応できるかどうかは、中国の安価な鉄鋼輸出による圧力に大きく影響されるだろう。中国は国内需要の低迷により世界市場への供給を増やしている。ロシア支持者の人に言わせれば、日米欧の経済制裁というのはロシア経済をむしろ強化していると評価している人がいます。実際そのような評価をいくら下そうとしても、事実経済的には大きな問題が発生しており、ロシア経済が強化されているというのは間違った解釈でしょう。直接的に経済制裁の対象となっている企業はダメージを受けています。資源大国であるにもかかわらず、ガス会社ガスプロムは赤字経営に陥っていますし、石油の販売についても侵略開始以後においては、その販売額は確実に減少しています。また、買ってくれている中国は値下げを強烈に迫ってきていますし、またインドなどでは購入金額はあくまでもインドルピーであり、そのインドルピーをインド国内に投資する分には良いが、ロシアに持って帰るなという規制をかけています。そのため、ロシア企業の海外に販売するもの、そのお金については、ロシアに帰らずに海外にどんどんと溜まっているということも発生しているようです。このようなことになっているのは制裁の直接的な影響と、制裁を恐れる企業によって銀行決済が止まっていることも影響しています。このような状態でロシア経済がより強化されていると評価するのはかなり間違った分析だと私は思います。ただ、こういった話をすると、ちょっと違う側面での批判を考える人もいるでしょう。例えば、ロシアに住んでいる人の暮らしを見てみなさいという反論をする方が必ず出てきます。例えば、スーパーには物があって、失業者はほとんど出ておらず、むしろ給料は上がっていて潤っている人も多いんだよというような話です。これには当然のように何が起こっているかを理解する必要があります。ロシアにおいては、軍隊にどんどんと人手を駆り立てている状態です。失業者はそれによって吸収され、前線送りとなっています。そして現在では、さらに失業者に対しては、失業給付を人質にする形で軍の面接に行きなさいと案内されることが増えています。人手不足が加速すれば、それに伴って労働者の取り合いが起こり、賃金の上昇といったものも起こります。また、軍事経済をどんどんと進めるために、国の税金が猛烈につぎ込まれているような状態です。作ったものはどんどんと前線へと送られ消費される大量消費社会は、ある意味経済を活発化させます。しかしそれはあくまでもお金が永遠に続くという前提の話で、そんなことはないわけです。これまでロシアはエネルギー資源大国として、穀物の輸出大国として、鉱物資源の輸出大国として様々なものを世界へと売り、それに伴って多くのお金を積み立ててきました。そのようなお金は現在では取り崩しの段階でどんどんと減ってきています。そして物質面においてもソ連時代に作られた兵器類などを再生する作業については、これもまた在庫が減り続けているわけで、これも限界があります。お金の面でも物質的な面でもこれまでの取り崩しを永遠に続けることはできないわけなので、ロシアの未来を暗くしているのはロシア自身だと言えるでしょう。ただし現在でもなおロシア軍が攻勢に出ているのもまた事実なので、
このような侵略を諦めさせるためにも、制裁はさらに強化することが必要でしょう。また、直接的にウクライナを支援する動きについても手を緩めてはいけません。このあたりのことを国際社会がどれ程度まで踏み込んで継続してくれるかが、この戦いの行方を左右することとなります。アメリカにおいては大統領選挙によって誰が大統領になるか、そしてどのような支援政策になっていくのか。日本においてはあまりウクライナに対する影響力はないのですが、しかし総理大臣が変わることそれ自体は決定していますから、対ロシア政策、対ウクライナ支援政策がどのようになるかも追い続けていきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。